金融恐慌に始まった昭和時代。戦前までは主に経済的に余裕のある人たちの遊びだった釣りは GHQ 主導の政策や朝鮮戦争をきっかけとした好景気により庶民の暮らし向きが良くなることで誰もが楽しめるレジャーの一つとなりました。1950年代にグラス竿やナイロン糸などの大量生産品が一般化し、その後の1960年代の高度経済成長期には釣り人口が爆発的に増加しました。そして庶民のレジャーとしての地位を確立しました。この昭和時代を戦前、戦後、高度経済成長期と3つに分けてお届けします。今回は釣りにおいて盛り上がりを見せてきた戦後を解説いたします。本日の結論です。趣味の釣りは金持ちから中産階級へ。本日の目次です。終戦で変わる釣りプレイヤー。釣り具の発達がブームを加速。この2つについて解説いたします。最後に昭和時代の戦後を年表で見ていきます。終戦で変わる釣りプレイヤー。昭和20年、1945年、日本がポツダム宣言を受諾することによって第二次世界大戦は終わりを告げました。そして日本は連合国の管理下に置かれ、GHQ などによって政策が指導されるようになります。余談ではありますが、終戦直後、東京隅田川の支流などでは、生後、ボラ、ハゼなど様々な魚が釣れたといいます。戦争で工場や家庭からの排水が止まり、都内を流れる川や汽水域の水質が良くなったのです。それはさておき、日本経済を大きく左右したのが財閥解体と農地開放、農地改革でした。財閥解体により軍需産業で資本を蓄積されたとされる三井、岩崎、三菱、住友、安田の4財閥は解散や旧経営陣の追放などを指示されました。反面、労働者の賃金は上昇します。経済は活性化して労働者に加え資本を手にすることになったのが昭和初期に困窮を極めていた農民たちです。農地開放により農地の半分近くを占めていた小作地は1割ほどに減少しました。結果、戦前の農村を特徴づけていた地主制度は完全に崩壊しました。小作人から自作農になることで土地資本が私有財産となります。平たく言えば多くの農民がより豊かな生活ができるようになったわけです。当時の日本の人口構成比でいうとおよそ7割が農民であることを考えるとその影響力の大きさがわかります。財閥解体、農地開放によって多くの中産階級が生まれます。そして昭和25年、1950年に朝鮮戦争が勃発すると日本は再度軍需景気に沸きます。こうして消費者のウエイトは金持ちから中産階級へと大きくシフトしていきました。どの時代でもそうであるように経済的に余裕を持った人の多くが考えることは金持ちの真似です。それまでは釣りができる時間的な余裕すらなかった労働者や小作人は金持ちのスタイルを真似るため釣りを始めます。趣味の釣りイコール金持ちのスタイルという図式はそれこそ江戸時代から連綿と続くものです。ちなみにもう一つのスタイルは狩猟です。戦後狩猟ブームが起こり昭和51年1976年には日本全国の狩猟者数、狩猟免許保持者は53万人に達していたといいます。付け加えるなら釣りと狩猟というのはヨーロッパでは王侯貴族の代表的な遊びとされています。彼らの遊びのベクトルは自分の思い通りにならないことをあえてするということでした。今でも釣れないことを楽しむ釣り人は少なくありませんが、その心情のベースはこんなところにあるのかもしれません。釣り具の発達がブームを加速。中産階級の釣りを後押ししたのは釣り具の大量生産でした。昭和22年、1947年にはナイロンラインが、昭和31年、1956年には
ガラス FRP 竿、グラス竿が登場しました。それ以前の釣り具はほぼ全てが職人の手による少量生産であり、いくら経済的な余裕ができたとはいえ、小金持ちレベルに手が届くものではありません。生活必需品や軍用品のために開発された化学素材や生産技術が転用されることで、釣り具は徐々に安価になっていきました。グラス竿はオリムピックが昭和16年1941年から開発を開始しました。当初は米軍向けに、次いで輸出用に生産され、国内で流通し始めたのは昭和36年1961年とされています。また NFT 日本フィッシングタックルはその1年前から国内販売を開始していました。当初は竹竿よりも重いためあまり広がらなかったと言われ、特に鮎竿に関しては感度に優れるカーボン FRP が登場するまでは竹竿を使う人がほとんどだったといいます。しかし昭和40年1965年頃になると竹竿の価格が高くなり、ほとんどの釣り物でグラス竿が一般的になりました。なおリールについては、戦前は神奈川県湘南の小田原大磯リールと北海道で使われていたリールの発展系に限られていました。いずれも現在でいうところの太鼓型リールです。上野オール金属製作所、後のオリムピックが昭和11年1936年に発売した片軸のフィッシュオリムピックリールはその決定版となりました。スピニングリールの登場は戦後の昭和25年1950年の頃です。オリムピックが日本でスピニングリールを発売したのは昭和28年1953年頃という記述もあり、それ以前の製品は輸出用だったとも考えられます。ともあれ、ここから始まる国産スピニングリールはいずれも海外製品、フランスミッチェル社およびイギリスオービス社の模倣によるものでした。大卒の初任給が8000円から9000円だった時代に5000円前後の価格が付けられていましたが、10年ほどもすると小田原大磯リール発祥の地である大磯でも6割から7割の釣り人がスピニングリールを使用するようになっていたといいます。釣りを変えた道具と餌。ナイロン糸。現在でも販売されている東レ、銀鱗が初の国産ナイロン糸です。それまで使われていたテグスは高価であり、長さも限られていましたが、ナイロン糸の登場によってリールに存分に糸を巻くことが可能になりました。FRP 製の竿。竹竿からグラス竿への変化は釣りの大衆化に大きく寄与し、その後に登場したカーボン竿はより高度な釣りを可能にしました。リール。国産リールは輸出用などからスタートし、徐々に国内でも販売されるようになってきました。釣り餌。1970年代に韓国からの輸入餌、青磯目が登場します。5回よりもちぎれにくかったため、グラスロッドとスピニングリールを使った投げ釣りの人気を支えました。また、南極海で取れるオキアミも同時期から餌として使われるようになりました。昭和時代の出来事、戦後を年表で見ていきましょう。昭和22年、1947年、日本国憲法が施行しました。アメリカのシェイクスピア社が中空グラス FRP ロッド、ワンダーロッドを製造開始しました。東洋レーヨンが国産初のナイロン糸、銀鱗を発売します。昭和23年、1948年、極東国際軍事裁判で判決が下ります。釣り人有志がマッカーサーに日本の釣り具数点を贈呈しました。古野電気商店、後の古野が世界初の魚群探知機を実用化しました。昭和24年、1949年、北大西洋条約機構ができます。第1回大磯白ギス釣り大会が開催されました。日本工業規格 JIS が制定されます。昭和25年、1950年、朝鮮戦争が始まります。国産インスプール型スピニングリール、オリムピック81が登場しました。日本友釣り同好会が発足しました。
物品税法の一部が改正され、釣り針類は無税となりました。昭和26年、1951年、財政開示の追放解除が始まります。民間放送が開始しました。対日平和条約、日米安全保障条約が締結されました。地元に赤色の装飾をつけた船、早、山辺用の赤色針が発売されます。昭和28年、1953年、NHK がテレビ本放送を開始しました。朝鮮戦争休戦協定が調印されました。昭和29年、1954年、アウトスプール型スピニングリールオリムピック93が登場しました。昭和30年、1955年、GATT 関税及び貿易に関する一般協定に正式加盟します。釣り具メーカーガマカツ釣り本舗ガマカツ、リールメーカー松井製作所グローブライドが創業しました。昭和31年、1956年、日ソ共同宣言が調印されました。日本が国際連合に加盟します。第二次中東戦争が勃発します。NFT 日本フィッシングタックルからガラス FRP 製竿が発売されました。東洋発動機東発が日本初の船外機 OB 型を生産販売を開始しました。昭和33年、1958年、江坂照哉氏が日本石器時代における骨格性釣り針の研究を発表しました。翼針が初めてJIS認可となります。昭和34年、1959年、メートル法施行により釣り針の大きさを表す単位が厘、寸から号に変わります。昭和35年、1960年、池田内閣が高度経済成長政策を打ち出します。第1回全日本スポーツキャスティング大会が開催されました。ヤマハが同社初の船外機 P7 を発売開始しました。ヘラ浮きに合わせ浮きが登場します。昭和36年、1961年、農業基本法が公布されました。通商産業省工業技術院大阪工業試験所がカーボンファイバーの一種 PAN 系炭素繊維を発明しました。昭和38年、1963年、ケネディ大統領が暗殺されます。群馬大学の大谷杉雄氏がカーボンファイバーの一種であるピッチ系炭素繊維を発明しました。富士工業が釣り竿用ガイドを意匠登録しました。セラミック製リング富士セラガイドを発表しました。昭和39年、1964年、東海道新幹線が営業開始しました。第18回オリンピック東京大会が開催されます。全日本サーフキャスティング連盟が発足しました。第1回全日本キス選手権が開催されます。昭和40年、1965年、アメリカが北ベトナム爆撃を開始しました。日本テレビ 11PM で11フィッシングがスタートします。昭和42年、1967年、第3次中東戦争が起きます。マルキュー小口油脂株式会社、現マルキューが釣り餌の製造販売を開始しました。宮前軽金属製作所、宮前が電動リール、宮エポック67を発売します。ヤマハが初の FRP 和船 W18、W16 を発表しました。昭和43年、1968年、釣り具卸問屋、富士屋常見商店、後の常見がルアーフィッシング用品の輸入販売を開始しました。釣り雑誌フィッシングが創刊されました。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。サブチャンネル遊びって学べるも合わせてご登録いただけましたら嬉しいです。釣りに関する時事ネタや釣りって学べるの裏話、そして私個人的な意見や釣り以外の遊びなどなど配信していきます。特にゲームがお好きな方は必見ですよ。
ぜひ釣りでも釣り以外でも一緒に遊んで学びましょう。また次回の動画でお会いしましょう。